一日が終わり、人々が眠りにつく頃、おいらの一日は始まる。睡眠は眠たくなったら適当にとる。人は無職の TK って言ってるよ。できることなら外に出ないってのがおいらのライフスタイルさ。仕事をしろって今探しているところだよ。この番組はアケホストさん、カオリンさん、ポンタ吉さんと TK ズの皆さんの提供でお送りします。おはようございます。無職の TK です。この日は40歳、無職である自分に嫌気がさし、落ちていた。時々意識はあるが、この厳しい現実から逃れるため、ただひたすら眠り続けた。コメントでよく「うつは甘えだ」とか「気合で乗り切れ」と喝をもらうが、起きられないのだ。昼過ぎまで寝ているおいらの睡眠を邪魔するかのように、妻がキッチンでコーヒーを入れ始めた。おいらなりに人生を好転させようと必死だったけれども、日本で全く就職できず無職だったこと、その後数年間公務員試験にも挑戦したが受からなかったことから狂い始めた。日本は終身雇用と子供の頃から教わっていたが、おいらはどこからも採用されなかった。このままでは終身刑と同じだと思い、アメリカに留学してアメリカンドリームをつかもうと努力したけど、何をやってもダメで、その頃日本の友人は正社員で年功序列でバリバリ給料も上がっていた。おいらだけが社会から取り残された。そのまま無気力になり、気づけば無職の TK として生きていくしかなくなった。ただ時間だけが経過し、おいらもそろそろ老後の心配をしなければいけない年齢になってしまった。妻が出かけたいというので出かける準備を始めた。40歳になり、髪も薄くなり、どんどん老けていく自分に絶望する。特に顔面から加齢臭が出始めたので、洗顔は念入りに。これから妻に言われるがまま外出する。行ってきます。一日元気のないおいらに、妻はここのラーメンを食べさせたかったようだ。すごくおしゃれなラーメン屋さんだ。ニューヨークにもラーメン屋が増えた。他に客はいなさそうだ。大丈夫だろうか。豚骨ラーメンを食べてみよう。おいらのラーメンが運ばれてきた。博多豚骨ラーメン、いただきます。あ、悪くねえだろ。どう？スープ結構うまい。だろ？二人ともお腹が空いていたからだろうか、すごく美味しく感じた。ごちそうさま。体にアミノ酸が染み込んできて元気が湧いてくる。もう一度来てみよう。そしてその時に答えを出す。ラーメンを食べると力がみなぎってくる。これからうつの治療のためジムへ向かう。
今日は足のトレーニング。気分が落ちているときはレッグプレスだ。足に力が湧いてきた。運動をすると落ちていたおじさんの顔に気力が少しずつ湧いてきた。もう一回、もう一回、人生をもう一度やり直すかのようにトレーニングを続けた。そっか、落ちてるオイラを元気にするために妻はラーメンに誘ったんだ。これから妻が行きたかったモマストアへ行く。マンハッタンダウンタウンは街並みがおしゃれだ。歩くだけで心が躍る。モマデザインストアに到着した。ここは買わなくても見るだけで楽しめる無料のエンターテインメントさ。妻が欲しかったのがこちらの商品。もしスーパーサンクスが入ったら買ってあげよう。おいらはこのランプが気になった。パソコンの前に置いたらかっこいいだろうな。11,000円。ここにはニューヨークのお土産になるものがいっぱいある。日本に帰国する前にここでお土産を買うと決めた。おいらはこういうデザインに惹かれてしまう。これが一番気に入った。小さいサイズも見つけた。これもいいな。4,500円。最近は吉友奈良が人気のようだ。これから家に帰る。ご覧いただけたであろうか。横をレイディー・ガガが通り過ぎた。やっぱりニューヨークは面白い。家に戻る前に食材だけ買って帰る。いつものラップサンドイッチの具材を購入。家に着いた。数日前にジボンとボンボンがボスの座をめぐって戦った。ボンボンがボスの座を守った。ボスだけが寝ることが許されるキャットタワーのてっぺん。そこに今朝無断で乗り込んだジボン。それを見つけたボンボン組長。慌ててキャットタワーのてっぺんに向かう。勝ったのはジボン。新しいボスの誕生だ。負けたボンボンはこの家を出ていかなければいけない厳しい野生の世界。ジボンに見つからないようにひたすら逃げ回る。ボンボンを探し出すジボン。完全に敗者になってしまったボンボン。妻が横で慰めに来た。よほど悔しかったのだろう。目に涙が浮かんでいた。眠ってしまった。キャットタワーのてっぺんで縄張りを守るジボン。その下では隠れて用を足すボンボン。続く。家に戻った妻はベーキングを始めた。朝の無気力が嘘だったかのように、おいらも YouTube をラストスパートで仕上げにかかった。妻のパンが完成した。すべておいらが食べられるわけではなく、妻が明日職場の人にお裾分けする。
何を作ってるんだろう。妻が夕食作りに取り掛かった。卵を茹でる。鶏肉の無駄な油を削いで塩コショウをする。裏返して同じく塩コショウをしていく。下味のついた肉を小麦粉につけていく。醤油みたいなソースに砂糖を入れて煮ていく。先ほどの肉をフライパンで揚げていく。表面の温度を確認する。中にも火が通ったか温度計で確認する。揚がったようだ。揚げた肉を先ほどのタレにつけて並べていく。そこにタルタルソースをかける。そっか。チキン南蛮完成。いただきます。やべえな。肉が切れていないのは韓国風。トータル4枚のチキン南蛮を食べてしまった。美味しかった。ごちそうさま。おいらの出番だ。食器を洗っていく。感謝の気持ちを込めて一つ一つ丁寧に洗う。妻とアイスを食べながらワンピースを見る。一体一日で何カロリー摂取しているのだろう。余命3年。ワンピース面白かった。ワンピースを見た後はスイカゲームをやっていく。妻の得点が2182点。オイラがスイカゲームをやるのはこれが初めて。ぷよぷよで育ったオイラにこの手のゲームは通用しない。やべえやべえ。何が興奮したろお前も。いやメールも出てないくせに。違う、これすごいんだよ。ボトムにパイナップル出したってことも3000円クラスだよ。3000円コースだよこれ。なんだよこいやいや、うんじゃねえんだよ。うんとかほとんどね。これ教科書みたいなのに出演されてた。記録しますか？記録します。れ。気持ち悪い。教科書やんこれ。何がこれ完全にオンラインアップデートしたらこれ攻略法みたいな YouTube で出せる方になっちゃったじゃん。どっちがこれ攻略法で出せるやん YouTube これ。どっちがどっちやでこれ見ろ。無職がはしゃいでしまった。これからお風呂に入って寝る支度をする。君が吐いた白い雪。よいしょ。完全におっさん。ボンボンジボンから逃げるため珍しく人間の間で寝る。その努力も虚しくジボンに見つかってしまった。次回の無職の TK は家賃が9万円も上がってしまった。コストコで節約。この番組は明けホストさん、かおりんさん、ポンタ吉さんと TK ズの皆さんの提供でお送りしました。それではまた来週金曜日の夜7時に見てくれるかな。おやすみなさい。